皆様、こんにちは、テクノアイです。寒さが続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。今回の動画は、タイムラインでポーズを使ってアニメーションを作成する方法と、美女ロボットの作成の豪華2本立てでお届けします。どちらも当番組では初めてのご紹介となりますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは実際にやってみます。はじめに、タイムラインでポーズを使ってアニメーションを作成する方法の概要をご説明します。ポーズは自作でも、他の作者様のものでも良いのですが、ポーズプレセットをお持ちでない方はバムハブからダウンロードしましょう。この動画では、アイアムアフォックス様のキュートポーズコミッションをお借りしました。アシッドバブルズ様のタイムラインは定番のプラグインですので、ほとんどの皆様がすでにお持ちだとは思いますが、お持ちでない方はこの機会にダウンロードしましょう。ダウンロードが終わりましたら、タイムラインのカスタム UI を開いてオプションからキーフレームの設定を行います。その後、ポーズプリセッツからポーズを選択して適用します。そして、一部のポーズやパーソンをほんの少しだけ動かすと、タイムラインに全コントロールが追加されます。最後にポーズにトランジションを設定して完了です。詳しくは実際の画面を操作してご説明します。事前準備として、バムハブからキュートポーズコミッションをダウンロードします。ダウンロードオールで全てをダウンロードします。はじめに、アニメーションさせるシーンを開きます。今回の動画は、マエリスさんの登場です。キャットランジェリーがとっても可愛いです。キャットのパンティも可愛かったのですが、大人の都合でスカートを着せました。まず、プラグインズからタイムラインのカスタム UI を開きます。アニメーションのためのセグメントを新規に作成します。この動画ではセグメント9になります。次にタイムラインにターゲットとなるコントロールを追加します。ターゲットタブ横のプラスをクリックします。コントロールの後ボタンをクリックします。本当は使用するコントロールだけを選択して追加すれば良いのですが、面倒なので全部追加してしまいます。次にモアタブをクリックし、オプションズをクリックします。キーフレームオールコントローラーズアトワンスにチェックします。ここがポイントです。ここをチェックすることで、モデルの一部を動かしただけで、すべてのコントロールが新規登録もしくは更新されます。後の作業が画期的に楽になりますので、忘れないようにしてください。次にエディットタブをクリックして、ループチェックを外して、タイムラインの長さを6秒にします。それでは、いよいよポーズを選択します。ポーズプリセッツをクリックし、セレクトエグジスティングからポーズを選択します。ポーズに何も表示されないときは、オールフラッテンドをクリックしてみてください。プラグインに戻ります。ここで、ほんの少しだけポーズを修正します。ここがポイントです。ポーズを変更しないと更新されません。この動画では、パーソンをほんの少し回転させます。タイムラインを1秒進めて、別のポーズを選択します。プラグインに戻って、また少しポーズを変更します。この動画では、パーソンをほんの少し回転させます。そうすると、タイムラインにコントロールが追加されます。アニメーションを動かして確認します。
ポーズタブをクリックして、ルートを外してオーバーライトします。アップアイポーズオントランジションをチェックします。タイムラインを1秒進めて、別のポーズを選択します。あとは、同じようにポーズを追加していきます。なお、衣装が体にめり込んだり、手足が衣装を突き抜けたりする場合は、コントロール&フィジックスイッチでアドバンスドコリダーズにチェックします。いかがだったでしょうか？やっぱり、アニメーションがあると、3DCG がよりリアルに感じられますね。作成する際の注意点として、ポーズと次のポーズの動きの差が大きいと、手足が体に衝突して綺麗なアニメーションができないかもしれません。手足や体の軌道を意識してポーズを並べるのがコツでしょうか。アニメーションの元になるポーズプリセッツは、他にもたくさんの作者の方が作られており、バムハブからダウンロードできます。可愛いポーズやセクシーなポーズがたくさんありますので、これらのポーズを組み合わせてオリジナルアニメーションを作成することができます。さて、動画後半では、美女ロボットの作成方法をご紹介いたします。お気づきの方もいらっしゃると思いますが、本日、私の体もロボットにされてしまいました。それでは実際にやってみます。美女ロボットの作成はとても簡単です。はじめに、バムハブから無料のルックス、元子2.0ベータをダウンロードします。ロボット化するシーンを開いて、スクリプトを追加します。スクリプトのカスタム UI を開いて、体の透明化する箇所を変更します。あとは衣装の組み合わせでロボットの外観を変更します。なお、大人の都合により画像には一部にぼかしを加えています。それでは実際の画面でやってみます。バムハブから無料のルックス、元子2.0ベータをダウンロードします。使用するのは赤枠内の元子2.1だけですが、ダウンロードオールで関連するファイルを含めてダウンロードすることもできます。プラグインズから後プラグイン、セレクトファイルで元子2.0のスクリプトを追加します。体全体が透明化されますので、カスタム UI を開いて顔に関係する部分の透明化を解除します。イヤーズ、インナーマウス、ヘッド、フェイス、ティース、ガムズ、ティアー、ビップス、ノーストライアルの値を0にします。この状態で服を脱ぎます。美女の顔と透明な体になっていると思います。この状態で衣装に MTK と入れます。ロボットの衣装が表示されます。アンダープレートやスキンプレート、カバーなどから選択できます。なお、顔に関連する部分は使用しません。
いかがだったでしょうか。ポーズを組み合わせていろいろなアニメーションを作成できたら楽しいですね。顔に表情をつけるともっと表現力が上がると思います。私は表情をつけるのが下手くそなので、可愛くなるように練習しないといけません。当チャンネルでは 3DCG や AI、動画編集などに役立つ情報をご紹介しています。励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。またお会いできると嬉しいです。それでは、皆様、ごきげんよう。広がる空、しぶしの上に無限の深さに心を委ね、銀河の彼方夢が漂う私たちの存在、そこにあぐる宇宙の中で命が輝く小さな光が闇を照らす一瞬の奇跡、ここに生きて神秘の中で私たちはつながる。星座の影、歴史を語る古代の知恵、今に息づく北西の旋律、時を刻む命の謎を解き明かすために宇宙の中で命が輝く小さな光が闇を照らす一瞬の奇跡、ここに生きて神秘の中で私たちはつながる。無限の夢を抱きしめて過去と未来が交わる場所、この瞬間を心に刻み生きることの尊さを知る宇宙の中で命が輝く小さな光が闇を照らす一瞬の奇跡、ここに生きて神秘の中で私たちはつながる。星々の声が響く夜に私たちの物語